運命の転換期ですね。運命の転換期やってきてます。いて座の皆さんの自分の正解を見つけてくださいって伝えたいと思います、今回。未来は何にも決まってない。自分で作り上げることができるっていうね。はい、皆さん、こんにちは。レイコライトです。このチャンネルはあなたが目覚めるカードリーディングをシェアしています。いつも高評価、コメントありがとうございます。はじめましての方、見つけてくださりありがとうございます。ピンときたらチャンネル登録をしてつながっておいてください。では、ごゆっくりお楽しみください。はい、それでは、いて座の皆さん、行ってみましょう。はい、このように出ました。それでは開けていきましょう。12月ですね。今年最後になります。はい、カップの6のデスカード逆位置。なるほど。なるほど。ワンドのページ。はい。あら、ワールド。この過去の位置にワールドが出てますね。ちょっと面白い。はい、フール逆位置。ワンドのエースの逆位置です。それから、チャリオット。はい。なかなかパワー強めのカードが出てますよ。ラバーズの逆位置。ワンドのクイーンの逆位置と、はい。なるほど。なんかすごく動いてますね。動いてますね。はい。このカードです。ソード5。はい。それではリーディングしていきましょう。12月2024年の一番最後になりますね。いて座の皆さん、行ってみましょう。はい。ワールドが出てるし、デスカードが出てるし、チャリオットが出てるしというところで、なかなかパワフルです。それを、うまく出せればいいんだけど、というところなんですが、はい。それでは読んでいきたいと思いますが、今回使っていくカードはこちらです。ユニバーサルウェイトタロットデッキ。こちらご興味ございましたら概要欄にリンクを貼っております。はい。ということで見ていきたいんですが、デスカード、逆位置なので、運命の転換期ですね。運命の転換期やってきてます。それから初めに言いますが、12月1日、いて座で新月がありますね。新月というのは新しいエネルギーが入ってくる時ですね。なので何か新しく始めようという気持ちになったりですね。このタイミングで新しいことを始めるといいとされている時なんですが、ただね、今回の漢字、ちょっと待ってくださいね。星の方を確認します。はい。そうですね。実はですね、今確認したいのは、水星逆行臭いなと思ったんですね。水星逆行臭い。実は星はあんまり確認しすぎないようにしてるんです。それは先入観が入って、このタロットカードに影響するといけないので、なのでチラッと見る程度でやってるんですが、今ね、この水星逆行というのがいて座で行われてるんですよね。いて座で水星逆行があるんです。なので、行ったり来たり戻ったりだったり、それからコミュニケーションがね、一時的になんか混乱したり、というところが反映されやすいんですね。特にいて座の皆さん。それが今月12月もあるようです。ちょっと日にち確認しますと、16日までですね。なので半ばぐらいまでは、割と行ったり来たり戻ったり、なんか連絡がうまくいかないな、行き違いがあるなというのを感じる方が多いかなと思います。
ね、なかなかカードってすごいですね。全然初め確認して見てなかったんですが、これ見たときに、水星逆行臭いな、これはと思って確認をしましたら、やはりそうでした。で、特にいて座の皆さんは影響があるかなと思います。そんなところでも、新しい始まりとかですね、次のフェーズに行くとか、それから一つ完成させて、そして次、あるいは完成させたものを一回壊して次に行くという感じの方が多いんじゃないかなと思います。はい。完成して次へというのは、他の星座さんでも結構出てました。なので、全体的に12月、そういうような流れがあるのかなと思いました。何でしょうかね。はい。そして、これが現状でございます。これ、カップの6逆位置です。はい。面白いですね。面白いっていうのはこれ過去のカードなんですね。これが逆位置なので、わかりやすく言うと、気分一新、それから今までのこと、過去のことをやりきって、さあ次へというところです。しかしこれね、いろんな意味がありまして、新しい方向に行きたいとか、新しい方向に気持ち向けたいというところがありながら、だけどちょっと過去にも引っ張られるというか、過去のことが気になったりというところも含んだカードなんですね。なので、少し行ったり来たりがあるかもしれないが、結果的に新しい方向を見る。そんなところが出ております。心機一転のカード。はい。で、やっぱりこの心機一転って結構大事。新しい方向に向くということが、この時の正解のようですね。それがあなた様の運命を転換させていくって出ています。はい。なんだか変わり映えがしないという方は、この12月ですね、少し行ったり来たりはありますが、結果的には、やっと向こう側に行かれるという感覚を、年末にはね、受けるんじゃないかなと思います。この最終結果のところに、次のステージというところが出ております。はい。そして流れで言うと、これこっち置いておきましょう。現状としたら、1個戻って過去、現状、この先の未来、こういう流れで時間が進んでおります。ね、なんと過去のところにワールドが出てるので、これやっぱり一つ完成させている感じがあるんですね。何でしょうか。皆様それぞれ様々なことをされてきたと思うのですが、一つの完成を見せているものがあると伝えてくれています。完成、満足、納得。そこからの今月12月。過去に対してやりきった。そして新しい方向を向こう。心機一転という状況が出ております。そしてこの先の近い未来、フールの逆位置ですね。はい、未来は全く決まってませんというところが出てます。自由すぎるカードですね。フール逆位置。はい。ですから、逆を言うと、どうにでもできるっていうことです。何にも決まってない未来。そのように伝えてくれてます。それを不安というふうに取るか、それから何にも決まってないから可能性めちゃくちゃあるじゃないかっていうふうに取るか、それは自分次第なんですが、そういった両方の意味をね、含んでいるカードでございます。フールの逆位置。しかし、この様子を見ると、ものすごくね、突破したくなってる感じだとか、次へ行きたい、自由になりたいっていうのがちょいちょい見られているので、おそらくご覧のいて座の皆さんは、未来が何にも決まってないということに対して、すごく可能性を感じるんじゃないかなと思います。そのように、今回は読みたいと思います。運命の転換期、それを受け入れるということが、結果的にこの先も、この時も、あなた様を幸せにしてくれると伝えてくれてます。はい、それからですね、途中でございますが、今月、ご覧になっているのが11月の終わりから12月だと思うんですが、いて座さん、お誕生日月だと思います。お誕生日、おめでとうございます。いて座の皆さん、素敵なお誕生日でありますようにお祈りしております。はい、ということで、お誕生日に転換期が来ているっていうことと、星の様子も、いて座で新月、これも心機一転ということにすごいつながっちゃいますね。始まりのエネルギーが来ております。そんなところで読んでいきたいんですが、意識、現在意識のところに行きますと、これもいいですね。
ある意味始まりのカードです。ワンドのページ、聖地。これというのは好奇心とかワクワクドキドキ、そっちに意識が向いているということです。多分ご自身でもなんか新しくて楽しいものの方に目が向いたりとかね、気持ちが向いたりっていうことがありそうです。はい、これとてもいいんじゃないかなと思います。いて座さんっぽいですね。ワンドのページって。とても自由だし、好奇心があって、ワクワクドキドキを追求していく、それを掴んでいくというところが出ております。はい。で、一方こちらが潜在意識。潜在意識がこれペンタクルス7の逆位置。はい、潜在意識なんで自分で気がついていないところの意識ですね。潜っているところの諦めたことに対して前向きになっているカードですね。はい。だからこんな風にですね、楽しい方向に目を向けることができているのかも。潜在意識レベルで変わっている感じがしますね。なんだかちょっと諦めちゃってるっていうことがあったとしたら、そこに対して、いや、もうちょっと頑張ろうかなだったり、それから一度諦めちゃってることに対して前向きになってるという様子が出ております。はい。この潜在意識が、このね、今月のあなた様を動かしているのかもしれないワンドのページ。これはとてもいい感じですね。ワクワクドキドキフレッシュ好奇心。そんなキーワードがございます。はい。そしてこちらに行きますと、ワンドのエースの逆位置。これは今月のいて座の皆さん自身、あるいは立場ということで見たいと思います。エースなんで始まりのカードなんですね。はい。やはり新しい方向に目を向けているとか、もう気持ちが新しくなっているという方が多いと思います。で、ただこれが逆位置に出てるっていうことが水星逆行とすごくリンクしているなと思います。で、このカードがね、伝えてくれていることは、始めたい気持ちがあるんだけど、ちょっとモチベーションが上がらなかったり、それから方向性がいまいち決まらなかったり、というところを表してくれてます。だから、言ったように、行ったり来たり、行こうかな、戻ろうかなっていうように、ちょっとね、何回か行ったり来たりがあるかも。しかし、それって流れに乗ってるんですよね、結局のところ。なので、強引に進めようというふうにしない方がいいと思います。少し時間がかかってもいいやっていう格好で取り組んでいくと、この時はいいんじゃないかなと思います。そう、どこに情熱を向けていこうかなというところを迷うのかもしれないですね。しかし、このね、迷うとか、行ったり来たりの時間は大事だから起こってるんですよね。その星の流れにすごくマッチしている様子で出ております。だから、なんというかな、急いで決めようとかしなくていいんじゃないかなと思います。で、特に、そうですね、さっき言いましたように、12月の半ばぐらいまでは、行き違いとかね、なんだかなんていうかな、電車がなかなか来ないとかね、人との連絡がうまくいかないとか、それからやろうと思っていたけどあれなんかやりたくなくなっちゃったなとか、そういう感じになってくるかもしれないですが、そこに対して全然悲観しない方がいいと思います。全体としてはすごく前に動いております。はい、そして一方、こちらですね。チャリオット。これは周りの様子、環境とか周りの人たちというところで読みたいと思います。チャリオット、これは勢いがあるんですよね。なのでもしかしたら周りにちょっと押されちゃうとか噛み合わないというところがあるかも。はい。そうですね。それか周りの人はうまくいってるように見えて、周りの人がうまくいってるように見えてへこむとかね、そんなところも読めるんですが、だけどね、全体的にはね、そうでもないですよ。というところですね。周りがなんかよく見えちゃうかも。それから、少し裏腹なところもあるんですよね。天の弱的な感じもございます。それ何かっていうと、例えば、周りの人が盛り上がりすぎてると、なんか自分冷めちゃうってあるじゃないですか。そんな感じが出てますよ。なんでしょうかね。周りの人がやる気がありすぎて、ちょっと自分冷めちゃうなという感じもあります。なんで、言ってみれば少し噛み合ってないというところがあるかもしれないですね。
なんだかね、周りの人がうまくいっていて、自分はそんなことないっていうふうに思ってしまうことがあったら、そんなことがあっても、今月はじっくり腰を据えて、一つ一つやっていったらいいと思います。結果的にその方がいい。そのように伝えてくれてます。このカードがね、伝えてくれてますが、運命の転換来てるので、じっくりやってほしい。だと思います。これが伝えてくれてることがね。で、こちらが、今月のあなた様の願望、希望、あるいは心配というところです。つまり、思いですね。ラバーズ逆位置。はい、ラバーズ逆位置か。今月は何かを選択していくとか、決めていくっていうことが出そうなんですが、それによって幸せになれるかな、どうかなっていうところだと思います。言葉にすると。うまくいくかな、幸せになれるかな、幸せになりたいっていうのはみんなそうだと思うんですが、そこに対してね、これでいいのかな、しっくりくるかなというところが出てくるのかも。それからこっちで言ったように、ちょっと今までのことがあって、これからがあって、そして新しい方向に向いて新しいものを選んでいくというのが、いて座さんかなと思うんですが、そこに対してやっぱちょっと葛藤があるかもね。どちらにしてもすごい、自分と向き合うことが出てくるかも。しかし、腰を据えてやっていくっていうことが結果的にですね、めちゃくちゃブレイクすることにつながりますからね。自分が変わっていくことによって離れていくものがあったら嫌だなっていうふうに思っていたり、少し未練があるというか、そんなところも出ております。葛藤する気持ちがあるかもしれないですね、自分の中でも。はい。で、そのようなね、12月を送っていくということですが、そうしながらも結果的にはですね、次のステージに向かうんですよ。それが出ております。これ、ソード6。それからこのカードがね、困難の終わりを表すカードでもあります。そしてこちらも、ワンドのクイーン。逆位置ですね。はい。おそらくご覧の方々は自分自身をね、輝かせたいというふうに思っている方が多いと思うんですね。それからありのままの自分でうまくいきたいとか、愛されたいとか、そんなところが見受けられますが、輝きたい。そのために次に行くんだと思いますが、ただこれ逆位置で出ているので、なんというふうにお伝えしようかな。これね、時にはね、わがままを通しちゃってもいいんだよって伝えてくれてますね。結果的に、例えば周りから反対をされたとしても自分を通すとかですね。時にはわがままでもいい。自分を通す。そうすることで次に迎えるから。そのようにお伝えをしたいかなと思います。はい、今回はやっぱり新しいエネルギーが入ってきて、そこに行きたいんですが、そこに乗っていくためにですね、すんなり行くのではなく、やり残したことをやっていく。それが出ております。で、結果的にですね、やはり行くんですね。向こう側に行くんですが。で、その時に、みんなに好かれようという風な格好より、自分を通すっていうことがやっぱりいいんだと思いますし、それを選んでいくという方が多いと思います。はい。そしてこちらに行きましょう。これが今月の対策に当たるカードです。こうするとうまくいくよっていうことですね。これソードの5が出てます。ジャイアンのカードが出てますよ。ジャイアンみたいにやり通せっていうことが一つですね。やっぱり自分が思うことを通すっていうのが、時には強引であっても、周りに賛成されなくても自分の思うことを通すっていうのが一つです。アドバイスとしてカードからの。それから、とことんやってみるですね。とことん。腰を据えてというふうな言い方をしましたが、とことん自分と向き合うとか、とことんやる。で、逆に言うと、水星逆行と言ってね、さっきから言ってますが、その時間ってやり直しができる時なんですね。すんなり言ってしまうと残してしまってる課題があったりするんですが、この時ね、やらせてくれるんですよ。そういう時間をくれているんですね、天が。なので、とことんやりましょうって伝えてくれてます。とことんやって自分が
本当に納得するものを選ばれたらいいんだと思います。そうすることで次に向かうことができる。困難を乗り越えていくことができると伝えてくれてます。未来は全く決まってません。もっと言うと、あなたが作り上げるんです。そのようにこのフール逆位置が伝えてくれてます。ではこっち見てみましょうかね。はい。はい、来ました。来ました。これね、ワンド8逆位置です。はい、やっぱりですね、この急がないってことです。急がない。これ、正位置だともうスムーズにいくっていうところなんですが、これ、急がないというところに今回、幸せがあります。はい、ゆっくりやるべきことを全部こうやっていく。やり残したことをやっていく。年末にふさわしいメッセージかもしれませんが、やり残したことをやっていきましょうと伝えてくれてます。それが結果的にですね、あなたの素晴らしい未来を開くことになるから。はい、後悔のない未来をね、選んでいくために、しっかりやっていくことがありそうです。運命の転換期。そのように出ておりました。はい、タロットカードはね、以上です。この後、オラクルカードでお仕事、活動面のメッセージ、愛情面のメッセージ、最後に今月のラストメッセージと出していきます。それから今月もコメント欄にアファメーションをお待ちしております。アファメーションっていうのは自分で自分にポジティブな宣言を先にしてしまうことです。先に宣言をしてしまってそれを引き寄せるというですね、そんな仕組みになります。例えば、最高の12月を過ごしましたとかですね、両思いになりました。ありがとうございますとか、こんな感じでね、よかったらやってみてください。では次、カード3回出していきましょう。はい、それでは出していきましょう。カードは事前にシャッフルしております。はい、まず2枚。それでは上げていきましょう。お仕事活動面のメッセージ。はい。Some things, life stings。これは女王蜂のスピリットですね。はい。なるほど。それから、こちらが愛情面です。はい。ドルフィン。来ましたね。はい。This and that are true。はい。これとても素敵なメッセージがついております。それから一番最後に今月のラストメッセージは引いていこうと思います。このように出ましたので、カードの意味と降りてきた直感で読んでいきましょう。はい。では、リーディングしていきましょう。お仕事、活動面です。これね、スズメバチですね。スズメバチ。女王バチじゃなかった。スズメバチです。解説書によりますと。これは、some things, life stings。人生は時たまちくりと来ることがあるよっていうような直訳になりますけども。はい。このね、この後ろの、この宇宙のマークみたいなのがなかなか効いてますが。はい。これというのは、このカードが伝えてくれているのが、やっぱり頑張り時なんだと思います。お仕事、活動面。はい。そして、それからね、さっきのタロットカードのリーディングもそうだったんですが、ややね、このジェラシーっていうのがね、ちょいちょい入ってきます。なんかあの人はいいなって思いだったりとかね。はい。それが感じられます。そしてね、このカードが伝えてくれていますことは、少し大変だったこととかね、痛かったこと、そこなんですね。それをスルーしないで、そこを学びに変えるとブレイクするっていうことです。それを伝えてくれてます。ひっくり返しですね。
運命の転換期っていう言葉をさっきたくさん言いましたが、なんだかそこともつながります。ひっくり返すんですね。その裏に何があるか、何の意味があるかということですね。苦い思いをそのまま、これをどうひっくり返せるかとか、どういうふうに材料にしていかれるか、そこからですね、開いていくんですね。そのように伝えてくれてます。なので、そういった意味で、さっき、水星逆行の話をしましたが、やり直す、やり残しをやっていくということができるので、大きく化けるものがあるんですね、あなたの中に。お仕事活動面で。はい。それを伝えてくれてます。何かを材料にしてね、それは大変だったこと、辛かったことかもしれないですね。それを材料として大きく開かせていくことができます。全部つながってるんですね。そのように伝えてくれてます。お仕事と活動なので、活動っていうのは、例えば趣味とかね、何でしょうかね。何かやっていらっしゃること。学生さんだったら勉強とか、それから部活とかかもしれません。そんなところです。皆様ね、一生懸命取り組んでると、いろいろきついこととか辛かったことってあると思うんですが、そこからなんですよってすごく言ってくれてます。自分のブレイクにつなげることができるんですね。そこが化けるんですね。それがヒントでございます。何か受け取ってくださったらいいなと思います。全部つながってます。辛かったことは、うまくいくこと、成功の伏線でしかないんですね。その伏線を回収していくっていうことを伝えてくれてます。伏線回収せよって言ってくれてます。スズメバチのスピリットが。はい、今回はそのようにお伝えをしたいと思います。それから愛情面。これもとっても素敵なカードですね。愛情面。なんか、いいですね。様々な方向から見るとか、いろんな面があるよってことを言ってくれてますね。答えが一つじゃないっていうことだったり、この書いてあるフレーズがまさしくそうですね。これは、あれもこれも全部本当だよっていうことですね。人によって正解が違うとかね。なので、いて座の皆さんの自分の正解を見つけてくださいって伝えたいと思います、今回。愛情面なので、様々なパターンでご覧くださっていると思います。お相手がいらっしゃる方、これからっていう方、それから、ご家族愛でね、ご覧の方もいらっしゃると思います。はい。人の数だけ正解がある。だから、お相手がいるものだと思うので、愛情だとね。なので、自分も正しいし、相手も正しい。人の数だけ正しさがあるっていうことを踏まえていただくと、今月とても愛情面いいんじゃないかなと思います。いろんな考え方を認めてあげるとかね。そうすると、やっぱりね、化けるって感じがすごくあるんですね。ブレイクとかね。それをすごく秘めてるんですよ。パワー秘めてるんですよ。それを出してあげたい感じがとってもいたします。愛情面。それからドルフィンってとっても頭がいいんですよね。とっても頭がいいし、コミュニケーション能力もあるんですね。なんで、愛情面であなた様のその頭の良さをフル活用されたらいいんじゃないかなと思います。それをコミュニケーションする力に変えると、とてもいいかと思います。例えば一歩引いて一回考えてみるとかね。なんであんなこと言ったんだろうっていうことで責めるということではなくて、相手はなんでああいう風になったのかなって一歩引いてみると、そこからですね、ものすごい大きな気づきがあるし、その気づきによってうまくいくと伝えてくれてます。それから、お相手をね、探していらっしゃる方も、多様性な感じがめちゃくちゃしますね。多様性。いろんな意味に取れると思うんですが。そう、可能性がね、めちゃくちゃあるんですよね。さっき可能性という話をしましたね。そう、このフールが出てました。未来のうちにね、フールが出てました。未来は何にも決まってない。自分で作り上げることができるっていうね。その可能性の大きさ、すごくつながっていきます。これ逆位置でしたね。逆位置なので、自由すぎるぐらい自由というところですね。はい、そして、いて座の皆さんって自由っていうキーワードがあるんですね。いて座というのはとても自由を好む星座というふうに言われてます。そこととてもつながってくる感じがします。自由に柔軟に可能性を信じる、可能性を広げていく、可能性を自分で作っていく。そんなことをすごく言われてます。とても大きな
メッセージですね。こう自分で開いていくことができる。自分で作っていくことができる。未来は全く何も決まっていないと。そのように伝えたいと思います。お相手を探している方だったら、相手に先入観を持たないっていうのがすごくいいと思います。先入観を持たない。はい、何か受け取ってくださったらいいなと思います。それから共通メッセージいきましょう。お仕事と愛情共通メッセージをこのボトムでいただきます。はい。ラビット。Now is a lucky time。はい。今がラッキータイムだよっていうことですね。この子供がいる。はい。面白い。でもそのままですね。そのまま。今だよって。今がラッキータイム。この時じゃないとつかめないものがあるんだと思います。この時じゃないと感じられないものっていうのがあると思うんですね。そう、この時間を大事にしてください。そのようにお伝えしたいと思います。ラッキータイムが始まります。それから、そうですね、お誕生日月ですからね。お誕生日月ってやっぱり特別な経験をしたりすることが多いと思うんですね。それとつながってくるかもしれないです。とっても幸せな、ラッキーな時間が来ていますと。そのようにお伝えをしたいと思います。では最後行きましょう。今月のラストメッセージですが、2024年のラストですね。伊手座の皆さん、それでは1枚。はい、こちらです。ではオープン。はい、リーダーシップ。白熊が出てますね。これ北斗七星だったかな。はい。これね、北斗七星じゃないです。北極星ですね。北極星って皆様ご存知だと思いますが、ただ最近この海外の方も見てくださってるので、ちょっとどういう感じでね、空の星が見えるかわからないんですけど、日本だとこんな風にですね、本当に一番輝いてる星として北極星が出てることが多いんですよね。はい。なんか選ばれてる感じがしますよ。伊手座の皆さん、照らされてるし、選ばれてるし、導かれてる。とっても幸先のいい、縁起のいいカードが出てきてくれました。これリーダーシップっていうフレーズがございますが、なんだかね、導かれてる、明るい方向に。今回はそのようにお伝えします。明るい方向に伊手座の皆さんは導かれてる。そのようにお伝えしたいと思います。はい、以上になります。最後までご視聴をありがとうございます。何回か見ていただけますと、その時に必要なメッセージがまた受け取れることになりますので、よかったらご覧になってみてください。そして少しでも役に立った、よかったという方は、グッドボタンもよろしくお願いします。ではでは、穏やかな12月をお過ごしくださいますように。